ツショータイム。今日は黄金パラパラワールドを作る魔法を紹介します。早速やっていきましょう。始まり。黄金を生み出すにはいくつか方法があります。妖怪ゴールドを利用して魔法の海で増やしたり、キノコシフトでミダスの設計図を量産したり。しかし、液体にまみれた砂金はべちょべちょですよね。これではいけません。地下深くにも世界を黄金に変える装置があります。これは固まった黄金になっており、とてもパラパラだとは言えません。パラパラの黄金を作る一番簡単な方法。それがゴールドの手、タッチオブゴールドです。空気以外のありとあらゆる物質を黄金へと変換させます。物質を生成する呪文と同時に唱えると、無から黄金を生み出すことができます。一番のおすすめはアルコールミスト。土の塊だと、ちょっと土が残ったり、スライムミストは紫になってしまったり、アルコールミストはそれらの問題がなく、寿命も短いため非常に優秀です。パラパラ。この呪文は少し面倒な性質を持っています。アルコールミストとタッチオブゴールドを同時詠唱してみます。ちゃんとアルコールミストが黄金に変換されてますね。今度は入れ替えてみます。何も出なくなりました。タッチオブゴールドの後に詠唱された放射物は発生しません。今回は特に順番が大事なため注意しましょう。ドローやマナ消費、詠唱遅延などは計算されるため逆に利用するのもあり、チェーンソーを発生させずに詠唱遅延だけ打ち消したりできます。タッチオブシリーズ以外の水の輪などもこの放射物無効の性質を持っています。ウィキだとプロジェクタルキラーのタグがついてるのが多分そうですね。まだまだいくで。タッチオブゴールドは寿命増加の影響を受けません。寿命上限が設定されているせいか、物質変換が一度しか行われないせいか。何にせよ、無限寿命にしたり、真の軌道で回したりはできません。半径も変更できないため、画面全体を黄金に変換するのは不可能に思えます。そんな不可能を可能にしてくれるのが、花粉ループです。一つのタッチオブゴールドだけで、一直線に黄金の道を作り出すことができます。ホーリーランスにすると、奇跡も金色になっておしゃれ。キラキラー。ホーリーランスにライトショットをつけない場合、ループがすぐに途切れます。これは、花粉がタッチオブゴールドによって消されてしまうせいです。花粉を保護する機構として、遅延呪文詠唱があります。後からタッチオブゴールドを発生させれば、花粉に影響しないってこと。緑色も入っておしゃれ。金色が見えづらい分、ホーリーランズは残りがっぽい演出になりそう。金色の軌跡を残したい場合は、透明にしましょう。
遅延呪文詠唱とアルコールミストの相性は完璧です。アルコールミストの消え際に、ちょうど遅延させた呪文が発動するんです。寿命減少で早めに発生させるのもいいですね。ストップ？そのまま花粉ループを利用すると壁にぶつかります。そう、文字通り壁にぶつかってしまいます。花粉ループは地形にぶつからないようにしなければなりません。そこで花粉ループの通る地形を消し去りましょう。煙の中ならしっかりループしてくれます。しかも煙は黄金に変換することができます。無から金を生成するのが好きじゃない人もこれなら安心。世界の物質を金に変換してる実感が湧くのがいいですね。煙の手と入れ替えるとアルコールミストのオンオフを切り替えられます。ぐねぐね照準アークでぐねぐねするのも楽しいですね。カスタマイズして遊びましょう。一旦杖構成を振り返ってみましょう。この杖の前半は花粉ループ、後半は黄金パーツです。花粉ループで黄金パーツを大量にばらまく構成。黄金パーツでは、先ほどの放射物無効化やリフレッシュによる無限化を利用しています。もっとまともな構成ありそう。詠唱ブロックを分けているため、タッチオブゴールドの後ろの煙はちゃんと発生してくれます。オメガディスクやアルコールミストは発生しません。ミストと煙を入れ替えれば、ちゃんとミストが発動するようになります。花粉ループ部分も好きにカスタマイズしてみましょう。照準アークをスパイラルアークに変えてみたり、ぶつかって消えちゃいますね。角度をつけすぎた場合、曲がりきれないことがあります。もっと煙にする範囲を広げることで消えにくくしましょう。レベルアップ。杖ループで黄金部分だけを2回発動させます。詳しくはこちらの動画で解説しています。かわいいですね。これならかなり壁に当たりにくくなります。右の図みたいに V 型に遠距離詠唱をする構成になっています。花粉と発掘ブラストでいい感じの角度になる感じ。さらに杖枠を使いますが、こっちの方が黄金の範囲だけ広がります。これは先ほどの V 型。こちらは T 型に遠距離詠唱をしています。勝負。最後にシールドの輪を使って自動化しましょう。ミッションコンプリート。完成だ。シールドの輪は地形との当たり判定がないため途中で止まったりしません。発射レートも他の貫通トリガーに比べれば遅めなのがいいですね。それでも負荷は大きいため緊急停止用のスペルも必ず準備しておきましょう。おこげ付きチャーハン。ループ関係は指数的な事故が多々起こります。花粉がシールドの輪に反応したり、一つの花粉が二つのホーリーランスに当たったり、
少しでも危ないと思ったら、すぐに呪文を消してください。お使いの PC は正常なはずやで。再起動を、リブート。BGM はオフだから、ここは問題ないのよね。世界壊れたんやけど。寂しいし BGM 流すか。ということで、世界を黄金パラパラにする魔法の紹介でした。皆さんも、ぜひ、用法用量を守って試してみてください。また次の動画で会おうな。